用意していた大量の水を力任せにぶっかけました。人生の全てをかけていた唯一無二の大舞台が音を立てて崩れ落ちていく。そのやり場のない屈辱と深い悲しみに、二人の心は今にも粉々に砕け散ってしまいそうでした。色とりどりのペンライトが揺れる第30回スターライトジャム。ライブ会場の控え室。人気急上昇の2人の少女、アイラとミコトは狭い控え室で座って会話をしていました。ミコト見て、また動画の再生数が伸びてるよ。アイラがスマートフォンを見て弾んだ声を上げました。画面には彼女たちのパフォーマンス動画は動画サイトの急上昇チャートのトップに並んでいる様子が映し出されていました。本当だ。信じられない。地下の練習場で足の指の皮がむけるまでステップの練習をした回があったね。アイラは絆創膏だらけの自分の足を見つめながら少しだけ誇らしげに微笑みました。彼女たちのユニット、コスモは後ろ盾のない小さな事務所からスタートしました。聞く者の心を浄化するかのような透き通る歌声と寸分の狂いもない息の合ったダンスは嘘をつけないネットの世界で爆発的な支持を得るようになったのです。今日のこのライブに私たちの人生の全てがかかっていると言っても過言じゃないよ。ミコトが真剣な面持ちで言うと、アイラも力強くうなずきました。わかってる。あの暗くて湿った練習場で声が枯れるまでボイストレーニングをしたあの日々を無駄にはしない。どれだけ苦しいレッスンでも2人で支え合ってきたんだもん。2人は今日という日のために人一倍の努力を重ねてきました。彼女たちにとってステージは流してきた涙と汗を最高の輝きへと変えるための聖域だったのです。一方で華やかなステージのビッグ席では280万人のフォロワーを持つインフルエンサージェシカが冷淡な眼差しでモニターを眺めていました。画面に映っているのは動画投稿サイトの急上昇に出てきたコスモの姿です。またこの子たち急上昇チャートを笑わせないで。こんな泥臭い努力を売りにするような連中、私の美しさを汚すノイズでしかないわ。ジェシカの端正な顔立ちが醜い嫉妬によって歪みました。彼女は完璧にセルフプロデュースされた自分の地位を脅かす人をこれまでも何度も音もなく葬り去ろうとしてきたのです。ジェシカは手元のスマートフォンで一人の男に連絡を入れました。いつも通りに私に恥をかかせようとする生意気な新人を二度と立ち上がれないようにしてちょうだい。私の手を汚すまでもない、ただの掃除を。彼女の前に現れたのは金で雇われた素性の知れぬ男でした。ジェシカは冷たく笑いながら徹底的にやりなさいと男に現金の入った封筒を渡します。コスモの晴れ舞台を台無しにするの。あの子たちが人生をかけてきたものが一瞬でゴミくずに変わる瞬間を特等席で眺めてあげるわ。ジェシカにとってライバルの絶望は最高の娯楽でした。彼女はこれまでも邪魔なライバルをそうして葬ってきたように今回も淡々と計画を実行に移しました。さあ見せてちょうだい。あなたたちの努力とやらがいかに無力で惨めなものかをね。彼女の瞳の奥には新人たちの未来を完膚なきまでに叩き潰そうとする冷酷な優越が揺らめいていました。この時アイラとミコトはまだ自分たちの背後に忍び寄る巨大な悪意に気づく由もありませんでした。音楽フェスティバルの会場は地鳴りのような熱気に包まれていました。数万人の期待が渦巻くステージの袖ではアイラとミコトが互いの手を白くなるほど強く握りしめ震える呼吸を整えていました。アイラ、心臓の音が止まらないよ。でも今日のために私たちは全てを捨ててレッスンしてきたんだもんね。ミコトが青白い顔で必死に微笑むとアイラも覚悟を決めた瞳で深くうなずきました。あのアパートの屋根裏部屋みたいな練習場で何度も倒れそうになりながらステップを踏んだ日々を思い出して私たちの人生の全てを
この数分間にぶつけるの。しかし、運命のステージ開始まで残りわずか1分となったその時、背後の闇の中から、ジェシカの冷酷な指示を受けた一人の男が猛ダッシュで近づいてきました。何？アイラが驚きで声を上げる暇もありませんでした。男は無言のまま、用意していた大量の水を、二人の衣装にめがけて力任せにぶっかけました。冷た。やめて。何するのよ。巫女の悲鳴が虚しく響きますが、男は一切の躊躇なく、そのまま舞台裏の深い暗がりに向かって猛スピードで逃げ出しました。残されたのは、ぬるぬるの臭い水でぐっしょりと濡れ、鉛のように重くなった衣装をまとって立ち尽くす二人だけでした。どうしよう。衣装が台無し。アイラ、これじゃまともに踊れない。出られないよ。滑っちゃうよ。巫女の目から、拭いきれない大粒の涙がこぼれ落ちます。しかし、無情にも開演を告げるブザーが会場中へ鳴り響きました。巫女、顔を上げて、ファンだ。私たちの名前を呼んで待ってるの。私たちがここで諦めたら、これまでの血の滲むような努力が全部ゴミになっちゃう。プロ意識を持ってステージを中断するわけにはいかないの。襲撃からわずか10秒後、二人は震える手を取り合い、ぬるぬるする臭い水が目と鼻を刺す感覚と、心を引き裂くような屈辱を必死にこらえながら、まばゆい光が待つステージへとゆっくり歩いていきました。中央に出た二人を、数万人の視線と強烈なライトが射抜きます。しかし、客席の反応はいつもと徹底的に違っていました。見て見て、衣装が不自然に濡れてない？どうしたんだろう。演出じゃないよね。体洗いすぎたのかな。最前列から広がる困惑のささやきがさざ波のように広がり、地響きのようにアイラたちの耳に届きます。イントロが始まり、歌い出しの瞬間が来ました。しかし、巫女の喉は先ほどの恐怖で固く閉ざされ、アイラの足は小刻みに震えて止まりません。どうしよう。誰か助けて。どうして。私たちはこんな目に。心の中で叫びますが、あまりの精神的ショックに、過酷なレッスンで何万回も繰り返したはずの歌詞が、記憶の彼方へ霧のように消えてしまいました。二人の歌声が不自然に途切れ、華やかな会場に凍りついたような沈黙が走ります。あるおことか、最も大切な場面で歌詞が完全に飛んでしまったのです。しっかりして。私、歌わなきゃ。アイラが胸を叩き、必死に声を絞り出しますが、漏れてくるのは湿って震えた、かすれたような悲痛な歌声だけでした。ステップはぬるぬるの臭い水で乱れ、本来のキレのあるパフォーマンスには程遠い、あまりに惨めで無様なステージが続いていきます。舞台袖ではその地獄絵図のような様子をジェシカが、冷酷な笑みを浮かべてじっと見つめていました。プフ、やっぱりね、あんな泥臭い努力なんて、一瞬の恐怖と悪意で壊れる程度の安物なのよ。今日であなたたちは終わりよ。ジェシカは自らの完全勝利を確信し、満足げに鼻で笑いながらその場を去りました。ステージ上のアイラとミコトは、滲む視界の端で応援から落胆へと変わっていくファンの表情を、残酷なほど鮮明に見てしまいました。人生のすべてをかけていた唯一無二の大舞台が、説明のつかない卑劣な悪意によって音を立てて崩れ落ちていく。そのやり場のない屈辱と深い悲しみに、二人の心は今にも粉々に砕け散ってしまいそうでした。コスモの二人が絶望の底でステージを終え、逃げるように舞台裏へと戻っていったその頃、ジェシカ専属の動画編集スタッフとして協力していたルミは、一人、震える手でスマホを構えていました。彼女はこの日、ジェシカの舞台裏ドキュメンタリーに使用するための動画素材を撮影するため、誰もいない通路で密かにスマホで撮影していました。アーティストがステージに向かう直前の静寂と緊張が入り混じる瞬間の動画素材を収めるためです。しかし、
彼女が目撃してしまったのはあまりにも凄惨な真実でした。何？今の。ルミのスマホは闇を切り裂くように猛ダッシュで現れた男が無防備なコスモの衣装に冷たい水をぶっかける決定的な瞬間を逃さず記録していたのです。さらにスマホの録画は続いていました。男が逃げ去った後、通路の曲がり角にある深い物陰から一人の女性が姿を現したのです。うふ、傑作ね。あの惨めな顔。これで今日世界一輝くのは私だけよ。それは世界を魅了する聖女のような微笑みをかなぐり捨て、冷酷な嘲笑を浮かべるジェシカでした。彼女は満足げに濡れネズミになったアイラたちの背中を見届けると、優雅な足取りで立ち去っていきました。ルミはあまりの衝撃にその場にへたり込みそうになりました。これは許せないことだ。なんとかしなきゃ。彼女もコスモのファンでした。コスモの2人がどれだけ努力をしていたか、どれほどこのステージに人生の全てをかけていたか、彼女たちがどれほど血の滲むようなレッスンに耐え、泥臭い努力を重ねてきたか。それをこんな卑劣な方法で踏みにじるなんて。いいえ、黙っていられない。ジェシカさん、あなたは一線を越えたわ。ルミは決死の覚悟を固めました。この動画を消去すれば自分もジェシカの共犯者になる。彼女はスマホを片手にルミの父親が運営するこの会場の秘密のコントロールルームへと走り出しました。ジェシカの華やかな独壇場、音楽フェスティバルのおとり、ついにその時が訪れました。次はジェシカの登場です。司会の声とともに地鳴りのような歓声が会場を揺らします。ジェシカは圧倒的なオーラをまとい、何事もなかったかのように、そして誰よりも慈愛に満ちた完璧な笑顔を浮かべてステージ中央に降臨しました。皆さん、今日は最高の夜にしましょうね。マイクを通した彼女の甘い声に数万人のファンが酔いしれます。彼女のパフォーマンスはまさに圧巻の一言でした。緻密に計算された演出、一点の曇りもない高音、そして観客の心を掌握するインフルエンサーとしての立ち振る舞い。先ほどステージで散ったコスモの無様な姿とはあまりに対照的であり、会場の誰もがやはり女王は彼女しかいないと確信していました。ジェシカ自身もステージの上で深い悦に浸っていました。見てなさい。努力なんて私のような選ばれた人間が放つ光の前では無力なのよ。あの子たちはもう二度と表舞台には戻れないわ。彼女は自分の完全勝利を疑いませんでした。クライマックスに向け会場の熱狂は最高潮に達しました。ジェシカが最後の一音を美しく響かせ、大喝采の中でスポットライトを浴びたその瞬間、彼女は観客に向かって今日一番の華やかな笑顔を見せました。しかし、その笑顔が会場を魅了しきったはずのその刹那、突如としてメインステージの巨大モニターから爆音が鳴り響き、映像が激しく乱れました。何これ。ジェシカが当惑して振り返ったその目に飛び込んできたのは自分自身の裏の顔でした。ルミが秘密のコントロールルームへ持ち込み流した映像。そこには猛ダッシュで水をかける男と、その様子を物陰から見て傑作ねと嘲笑うジェシカの姿が逃げようのない証拠として会場を凍りつかせました。嘘よ。消して、今すぐ消しなさい。ステージ上でジェシカが絶叫しますが、マイクはすでに切られていました。数万人の熱狂は一瞬にして静まり返り、次の瞬間、会場はこれまでに聞いたこともないような激しい怒号と非難の声に包まれていきます。数万人のファンが愛したジェシカの姿は聖女ではなく、どす黒い悪意に満ちた魔女の真実でした。何よこれ。消しなさい。今すぐ消して。
ジェシカの絶叫が静まり返った会場に虚しく響きます。しかし、コントロールルームで映像を流したルミの手によって映像は止まることなく流れ続けました。そこには、金を受け取って不敵に笑う男の姿と、彼に徹底的にやりなさいと命じるジェシカの声までもが映像に入っていました。私の次はコスモか。許せない。コスモの衣装が濡れてたのはこのせいだったのか。客席からは悲鳴にも似た驚きが上がり、やがてそれは地響きのような怒号へと変わっていきました。嘘つき、ステージから降りろ、厚化粧。これまで彼女に向けられていた数万人の称賛は、一瞬にして鋭い刃のような拒絶へと反転しました。完璧に作り込まれた仮面は、粉々に砕け散ったのです。スタッフが彼女を取り押さえるためにステージへ駆け寄ります。彼女がこれまで築き上げてきた富も名声も数百万人のフォロワーもたった一本の映像によって無に帰したのです。ジェシカは絶望に顔を歪め屈辱にまみれながら逃げるようにステージを去っていきました。彼女はこの後、業界から永久に追放され、その名は美しき独裁者の没落として歴史に刻まれることになります。会場を支配していた殺伐とした空気、それを一変させたのは、誰からともなく自然に湧き起こった一組のユニットを呼ぶ声でした。コスモ、アイラ、ミコト、真相を知ったファンたちは、不当な妨害に遭いながらも、ボロボロの姿でステージに立ち続けた二人のけなげさと勇気に、今度は心からのエールを送ったのです。ミコト、聞こえる？皆が私たちを呼んでるよ。泣き崩れていたミコトが顔を上げました。アイラはミコトの手を強く、これまでで一番強く握り返しました。行こう。ミコト、今の私たちなら、本当の歌が歌える気がする。控室のドアが激しくノックされました。現れたのは商談で遅れていたマネージャーです。遅れてごめんね。運営から電話があったわ。大変だったわね。新しい衣装を持ってきたから、急いで着替えて、ファンが待ってるわよ。その力強い言葉に、二人の瞳に光が戻ります。アイラとミコトは濡れた衣装を脱ぎ捨て、再び前を向きました。二人が再びステージへ姿を現したその瞬間、会場はこの日一番の爆発的な大歓声に包まれました。皆さん、心配をかけてごめんなさい。そして、待っていてくれてありがとう。二人の声が響きます。イントロが流れ出すとそこにはもう、震えている少女の姿はありませんでした。血の滲むようなレッスン、眠れない夜の不安、そして先ほどの絶望、その全てを力に変えて、二人の歌声が放たれました。アイラの高音はどこまでも突き抜け、ミコトのステップは新しい衣装で完璧に軽やかに舞います。二人のハーモニーは、悪意を浄化し、傷ついた自分たちの魂をも癒していくようでした。これだよ、私たちが聴きたかったコスモの歌なのだ。客席では多くのファンが涙を流しながらペンライトを振っていました。そこには虚飾も計算もない魂と魂がぶつかり合う本物の音楽がありました。曲が終わった瞬間、会場を揺らしたのは先ほどまでの怒号とは正反対の温かな愛に満ちた拍手でした。アイラとミコトは肩を寄せ合い、濡れた顔を涙で濡らしながら深く長く頭を下げました。この夜、コスモは真の意味で伝説となりました。どんなに暗い悪意に襲われても、真実の努力と絆は決して消えない。二人はその歌声で世界中に希望の光を灯したのです。彼女たちの物語は、ここからまた、さらなる高みへと続いていくのでした。それでも一
光は消えはしない。砕けたかけらが星座になる。真実の輝きは闇に勝つと宇宙に証明するために燃える。まだ名もなき二つの星が滲む銀河に夢を描いた。燃える痛みも光に変えて同じ宇宙を信じて輝いた。凍る闇が軌道を裂いて白い未来は塵に沈んだ。震える鼓動途切れた夜も重なる。重力だけ離れなかった。それでも光は消えはしない。砕けたかけらが星座になる。真実の輝きは闇に勝つと宇宙に証明するために燃える。遠く離れても軌道は結び、涙は流星となって走る。終わりに見えた静寂の果てで新しい銀河が生まれてゆく。それでも光は消えはしない。砕けたかけらが星座になる。真実の輝きは闇に勝つと宇宙に証明するために燃える。遠く離れても軌道は結び、涙は流星となって走る。終わりに見えた静寂の果てで新しい銀河が生まれてゆく。両親を亡くし絶望する歌い手のショー。路地裏の謎の男に手渡した5000円。元カノの卑劣な復讐劇が今始まる。魂を削る本物の叫びを聞け。